スノーの新機能、ステム機能が熱い。 D ティーマーやアレンジに興味ある人にとってかなりありがたい機能になっているので、その活用方法や使えるステム、使えないステムを検証していきます。ステムって何なの？一体どう使えばいいの？そんな方におすすめの動画となっています。よかったら最後まで見ていってくださいね。最初にステム分離について簡単に解説しますね。ステムとはドラム、ベース、ボーカルなど楽器ごとに分けられたファイルのこと。そしてスノーの新機能ではなんと最大12トラックに分けてくれるんです。それでは実際にスノーで作った楽曲を分離してみます。ステムを使うこと前提で綺麗に抜き出したかったので楽器が少ない曲を選びました。7トラックに分離されました。バージョンは4つ作ってくれています。波形をよく見ると少し変化しています。楽器類も見てみます。波形が結構変わっています。バージョン3はバスドラムの重低音がしっかり聞こえます。よく聞くと結構違いがあったりするので使えそうな音を選びましょう。ピアノも結構違いますね。一番気になったのがストリングス。聞いてもらうとわかると思いますが、分離するのが難しいパートのようです。まずはダウンロードしたステムを DAW に取り込みます。全部で7トラック。それでは一度聞いてみます。バッチリ鳴ってます。コーラス、FX もあります。このステム、実際にどれが使えるのか聞いてみたいと思います。若干リバーブが残ってる印象。でもソロ素材としては十分活用できます。コーラスも使えそうです。割とクリアに聞こえます。グルーヴ感もしっかり残っていますね。ハイハットが少し気になりますが使えそうです。低域はしっかり残っています。サブベースとして使っても良さそう。悪くはないけどすごくこもって聞こえますね。バラードということもあるのでピアノはクリアに聴かせたいかな。なのでこちらは差し替えます。真っ先に使えないと思ったのがこのトラックです。音を聞き取るのが難しいです。FX はこのまま使います。メロダインというプラグインを使いミディ化させた後手直しを加えました。基本原曲に忠実にしていますが最後だけ独自のアレンジにしました。
スノーのベースプラス新たなベース。スノーのベースはサブベースとして使いました。原曲はシンセストリングスですが、生楽器にして情緒感を出したいなと思いました。ここは耳コピが難しく、わからないところは感情に任せて独自アレンジを加えました。ピアノ、ベース、ストリングスの3トラックを基本は忠実に再現し、少しアレンジをして差し替えました。冷たい影に安らぎをきらめくネオンに静寂を冷たい影に安らぎをきらめくネオンに静寂を静かに溶け合い一つになる。静かに溶け合い一つになる。溶け合い一つになる。まとめ。ボーカル、コーラス、リバーブは残るけど使える。ドラム、グルーヴ感も残っていて使える。ベース、アタックがぼやけるが低域が残っているのでサブベースとしてあり。ストリングス、音が潰れて使いにくい。FX、変なノイズがなければ使える。結論。完璧ではないけど十分実用的。全部は使えないけどステムがあるのとないのとでは編曲のしやすさが全く違いました。構成を考えるときやリファレンスとして聞くときにも土台としてはすごく助かる存在でした。いかがだったでしょうか。スノーと DTM を組み合わせて自由な音楽作りができる時代です。スノーにお任せも全然良いけど、人間の無限の想像がプラスされると曲に命が宿り愛着も湧きます。ぜひお試しくださいね。また次回の動画でお会いしましょう。もしこの動画がためになった、面白かったと思った方はチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。さようなら。